こんにちは、盆栽職人のとしです。今日は、2月にやることということなんですけども、今日は松が仕事の合間に来てくれるということで、はい、朝早く撮影と YouTube を朝活でやるとは。エクストリーム出社です。僕はそうですね、はい、ありがたいですけども、まだ完全に起ききってないというか中での撮影なんですけど、頑張ってやりたいなと思いますけど、はい、2月にやることなんですけども、ないです。ないですか？ないですね。よし、終わり。じゃあ帰ろう。ちょいかないですか？やるっすか？あることはあります。全然ないわけじゃないの？そうですね。松が帰るってなるとちょっと、基本的にはない。基本的にはないです。だから1月と同じなんですよ、ほぼ。基本的にはない。よし、終わり。コーヒー飲んで会社。コーヒー飲んでね。ダメです。だけど今ほら梅持ってきたわけじゃないですか。はい。だからその説明とかもねできたな。咲きましたね。咲きました。咲いてなかったですよね。そうです。植え替えた時は咲いてなかったんですよ。はい。でも可愛いですよね。はい。花がね。でこれ花当然落ちるんですけど、落ちた後は剪定ができるんですよ。これとかちょっと伸びてるの分かりますかね。ちょっと長いんですよね。こういうのを短くしたりとかっていう時に剪定ができるんですよ。葉芽って次の葉っぱの芽ちゃんと残すようにして切るっていうのが大事なんですけど、なので臓器、前回も言ったかな、剪定メインかなと思います。なので、樹種別になるともう本当にたくさん出てきちゃうんで、そこはちょっと割愛させていただきますけども、自分の持っている盆栽剪定いつ頃なのかなとかっていうのは調べていただけると、ネットとかでも出てくると思うので、今剪定の時期なんだ、剪定できるのかもしれないっていうことをですね、ちょっと頭に入れといていただければ、やれる作業として1月2月は剪定っていうのが、習慣になりやすくなるかなと思います。2月後半になると取り木って知ってます？取り木属なりますよね。取り木っていうなる取り木属になっちゃうんですけど、はい、盆栽の場合の取り木は違うんですよ。はい、取る木なんですよ。取る木なんですけど、これ一回おかしい。これ別に取り木する必要はない木で、僕今取り木する予定のものは持ってないんですけど申し訳ないんですけど、この根元から1の枝1本目の枝までの間が変に幹が間延びしちゃってるっていう時とかに、この途中で切って樹高を抑えたいと。もう幹って曲げることができないんで、こう太ってしまうとね、なかなか曲げるのが難しくなってしまうんで、もっとコンパクトにしたいっていう時とかに、この途中の皮をですね切って、形成層っていうんですけど、形成層ってエネルギーを吸い上げる層を形成層っていうんですけど、それを分断させるんですよ。そこから新しい根っこを出す、樹高をグッと抑えるっていう。間を抜くというんではなくて、そこから下を根っこにするみたいな。そうです。ただ根っこが出たらもうその下の部分はいらないんで、ここら辺で根っこが出てきたとしたら、この下はもういらないんですよ。ここから下は。だから根っこが出たらもう切っちゃっていいんですけど。なるほど。なんかだるま落としみたいになるわけじゃないんですね。じゃないです。じゃないんですね。はい。だるま落とし？分からんの乗っかってくる。だるま落としはこれ間スコって抜くじゃないですか。そんな感じでこうじゃないです。そうじゃないのね。そこから下が根っこになるみたいな感じでね、切ったとこに根っこを作るみたいな。そうです。そういう方法がある。2月後半ぐらいかなと思います。実際やった方が分かりやすいとは思うんですけど、今回2月にやることっていうシリーズなので、ちょっとそこまではせず、僕のおすすめとしては勝手におすすめして申し訳ないんですけど、盆栽紳士さんがめちゃくちゃ分かりやすいです。映像も綺麗で、ちゃんとコメントも入って、すごく分かりやすいんで、個人的には盆栽紳士さんの見ながらチャレンジしていただけるとすごく分かりやすくて成功率も上がるかなと思います。なんかそういう特別な作業を除けば黒松とかはあんまり。そうですね。やることないですか？もう僕もずっと今針金かけてるし、あと種まけるぐらいですかね。黒松種未生っていうんですけど、その種をまける時期でもあるんですよ。黒松の種ってどうなの？松ぼっくりではない？松ぼっくりですよ。松ぼっくり。はい。でもそれには松ぼっくりにならないですよね。はい。普通の黒松の種でいいと思うんですよね。もちろん時間もかかるんですよ。未生だから種から出させるから。でもその分自分が
の思うような形にもしやすいというか、本当に細い段階でめでることができるんで、普通に盆栽を持つよりかは違う楽しみが出てくるんじゃないかなと思うんですけど、ということで2月未生ができる時期では、2月後半か未生ができる時期ではあるので、興味がある人は種を買ってやってみてもいいかなと思います。ということで、2月はですね、ほぼ1月と一緒ということで、3月になればまだやることも増えてくるので、暖かくなってきて、またそれは3月の動画見ていただければなと思います。そのところでまたお会いしましょう。バイバイ。